はい、こんにちは。柴崎です。お元気でした？そう、よかったね。柴崎もね、おかげさまで今日も元気に絵を描いてますよ。はい。今回のテーマはね、こちらです。はい。ねえ、Adobe Fresco を使ってデジタル画にね、チャレンジ。その第ね、4回目です。はい。初めてね、この動画をご覧になる方にね、簡単にご説明しますね。今年でね、75歳になるこの柴崎がね、全くの未経験の状態からデジタルアートのね、世界にチャレンジしますよというね、企画でお届けしています。そのね、第1回目が、鉛筆画でした。ね。そして2回目がリンゴとバナナを描いたんですよ。3回目はね、滲みの効果を活かして、風景画にチャレンジしました。そして今回はその第4回目、レイヤーというね、機能を使って誰でも簡単にね、リアルなお絵描きができちゃうといった内容でまたチャレンジしてみようと思ってます。では最後までね、ゆっくりご覧くださいね。はい。またね、終わったらお会いしましょう。はい。じゃあね、やってみようね。さて、これだね。クイショット。はい。Adobe Fresco あったよ。そして、いつもの A4 サイズで書きますね。はい。今日はね、レイヤーを使うからね。まず、柴崎の写真ね。これにしよう。マロンちゃん描くね。はい。じゃあ、マロンちゃんをこれに置こうかな。待ってね。なんだって初め、初レイヤーだからね。ちょっと考えながらやるからね。はい。マロンちゃんいいお顔してんな。マロンちゃんかわいいな。それじゃあ、このくらいマロンちゃんをぼんやりとさせてと。では、ここにね、これで転写しちゃうからね。はい。じゃあ、まず、いつものスケッチ、鉛筆でね、いきます。よいしょ。で、このくらいがいいかな。これの機能はね、もうなんとなく分かったんだよね、柴崎も。いいね。よいしょ。もうちょっとあれかな。良さそうですね。はい。じゃあ書きますよ。はい。よしと。よと。ね。これが転写だよね。そうですよね。この転写機能ってのは、ね柴崎もね、若い頃いろいろ仕事しててね、セル画ってやつですね。やったんですけども、これは本当に形をね、しっかり、写し取るっていうのはもう非常に優れたやり方ですね。だからデッサン力に、ね、デッサンにちょっと自信のない方とかね、から込み入った形とか、それを写し取るんだから、ね、大変いい機能ですね。それがここで簡単にできちゃってんだから、これもちょっと驚きだけどね。よしと。じゃあ、こうできたから、これを、ちょっとね、どうなってるか見てみようかな。こうかけたんだね。セルをこっちにどかして、ね、どう転写できたか、見たわけだね。で、じゃあ今度これを見ながら、もう一度、ね、元の写真を脇に置いて、ね、
さっき重ねて分かんなったところね、そこを補正しましょう。これも便利だよね。こうやって最初は転写して、今度はね、その元の絵を見ながら補正できるんだね。それでですね、こっちよかったんかな。こうだよ確かね。これでレイヤーを追加したってやつだよね。確かそうなんだよ。おそばってね、ちょっとぼんやりしか覚えてない部分あるんだけどね。やってみるね、とにかく。じゃあ水彩の機能でね、マロンちゃんの色塗ります。はい、シュッシュッシューっとね、こうだよ多分ね。これは本当にまた便利だね。で、水彩画だからね、いつものようにマロンちゃんの色そっくりにまず塗るんじゃなくて、いろいろなこうね、マロンちゃんのこの写真から読み取った色をそれぞれ順色でね、重ねていくよ。じゃあ今度はこうピンクみたいな色だね。ほら綺麗だね。黄色にピンク、マロンちゃんのお花もピンク、いいね。でこれもピンクのお口の周りなんかもピンクだね。よしよし。で一回乾かしてから、今度は使い色をしようね。今度はこんなね、ブルーやってみようかな。これはもうね、水彩描くときに大事なことですね。まず順色で画面の中でこう色を作っていくってわけだね。じゃあ今度オレンジでいくぞ。もうちょっと鮮やかにしてと。さあこれでマロン茶色になるかな。もうここは水彩の機能だからね。もう手羽先もね、2回ほど試させてもらいましたね。この丸四角の機能も分かってきたしね、ちょっとメイド落としたわけだね。もうアドビさんのね、この水彩機能の素晴らしさももう折り紙付きですね。はい。ほら、だんだんマロン茶色になってきたよ。じゃあこっちへ動かして、待ってよ、これよかったかな違ったかななんかこれを見てるとね、若い方が見ると違うよそのやり方って思ってるかもわかんない。柴崎もちょっと自信がなくやってるんだからレイヤーの使い方ね。違ってたらまた教えてね。はい、こんなんでいいかな。それでまた色重ねるね。だんだんマロン茶色にしていくからね。ね、少しずつ少しずつ。これほんとね、セル画機能だからね、描きやすいね。このくらいでいいかな。よいしょっと。ちょっとね、やっぱり今日はマロンちゃんのお顔だからね、目鼻口あたりね、とても重要です。はい。よしよし、だいぶマロン茶色になってきたぞ。今度はもうちょっと元気の色でね。はい。ほっぺのあたりのマロン茶の元気な色ですね。これはあれだよね。この、レイヤーでこう描くと、なんていうんかな、きちんと綺麗にね描けるんですけど、柴崎が主には、絵画的に描くためにはね、そのレイヤーで描くんってきちんと描けるんですけど、もうちょっとアバウトなね、そういう味はやっぱ失わないようにした方がいいかなと思うんですよね。あんまりこうきちんとね、なんかレイヤーだと描けるからね、それでまた資料を見てその通りに描くと本当に写真起こしみたいになっちゃうからね。やっぱり絵画としての面白さをちゃんと生かしていくためには、このレイヤーを使いながらもやっぱり絵画的なね
柴崎、真面目な顔してますね。ほんと。ね、絵画的なこう自由さっていうかね、からインスピレーションっていうか、ひらめきっていうかね、そこは大事かなと思います。ね。さあ、マロンちゃんのお顔見てね、ここはちょっとこんなグリーンじゃないってことですね。そこですね。どうかな。よっと、少し色がね、こう複雑になってきたぞ。この拡大機能はいいよね。柴崎75歳、不詳柴崎、老眼ですっていう人はね、いいですね。はい。よし。ね。少しずつなってきたね。今度はこっちへ移して、こう、ちょっと待って。よいしょ。いいかな。でも、最初言ったけど、レイヤー、ね、詳しい人が見ると、ちょっとその使い方違ってますって、柴崎も分かんないままやってるからね、思ってくれてるかな。あ、こう塗ってあるんだね。よしよし。で、これを重ねると、形が見えて、こうだわ。そしてもう一回、今度は新しい色を重ねる。ね、これが本当レイヤーのいいところなんだよね。今ずっとこう水彩でね、色のっけてるけども、一枚のレイヤーだとね、やっぱり水彩、最初塗った色をね、と次の上に乗っけた色がね、やっぱり干渉してしまって、こう溶けちゃったりするんだけど、レイヤーを重ねるとね、ちょっとブラシも選択肢を。レイヤーを使うとね、今度新たな紙に色を塗るっていう効果ですからね、色がしっかり乗るわけですね。そうなんだ。これをね、なんとなく理解したんだよ。よいしょっと、ちょっと元気よくね。ほら、ね、これ、もう新しいレイヤーにしたから、色がきれいに乗るね。これほんといいとこだよね、確かに。セルを重ねるわけだから。じゃあ乾かして、はい。少しずつ色を足していきます。やっぱりね、水彩画機能ですのでやってますから、ね、色の美しさを失わないようにしてやっていきたいですね。だいぶマロンちゃん、元気顔になってきたな。もうちょっとやろう。ここら辺がいいかな。もうちょっと赤くしたいか。ね。で、暗くして、ここら辺ですね。ちょっとお顔がこうグッと前に出てきますね。ね動物なんか描くときはね、本当にね、顔の構造、人間とは違うからね、分かりにくい。その時こう写真撮って、レイヤーで形を起こすと描きやすいんだよね。じゃあ、ちょっと明るくしよう。これね、潰れちゃったからね。乾かしてちょっと明るくして、このくらいかな。こうやって、これは水彩のいいところだね。わーっと混じっていく。よいしょ。もうこのね、丸と四角の機能は、便利さは、柴崎なりに理解しましたよ。じゃあ乾かして、もうちょっと、これ、微妙にね、色を加えていきます。色作りは本当に安心してできるね。この丸四角の機能はいいですね。はい。じゃあちょっとね、明るい色でね、今度はこんなくらい鮮やかに色ですね。いいかな。これもちょっと微妙に色作っていくね。なんか
ね、写真と見比べながら描けるからね、いいかもわかんない。はい。よいしょ。このくらいずつかな。こう、ね、マロンちゃんのお顔を見てもわかる通り、ね、模様があるからね、その模様としかも立体感、それから毛の質感、ね、これも書き込むのは、やっぱりこのレイヤーの機能があると大助かりですね。ほら、どうかな。凛々しいマロンちゃんの顔になってきたぞ。はい、じゃあひげの点々も加えて、だね。今度は少しハイラっぽくね、加えて、ツヤツヤっとした後からひげを描く。よいしょ。ね。それからちょっと水でここら辺を伸ばしちゃう。伸ばしちゃおう。ちょっとぼかしちゃおうかな。これは大事だね。もうね、今お顔を重点的に描いてるからね、体はちょっとアバウトにするといいんだよね。よしと。ちょっとこうやって、ね、色飛んだとこ加えてあげよう。よしと。はい。よいしょと。はい。ね、こうだ。ちょっと暗い調子で、ここら辺、毛の感じ少し描いて。さてと。じゃあ、新しいレイヤーを追加して、よい。よかったね。今度後ろ描く。ね。マロンちゃんがね、かわいいって感じでね、描いちゃう。ウェットインウェットだね。さあ、どうかな？マロンちゃん、浮き上がったぞ。ね。ちょっと細かいこれを修正しよう。どうだ？柴崎初レイヤーだぞ、これはね。これこうだね。よしよし。さあ、だいぶかけたね。はい、出来上がり。はい、完成した作品がね、こちらです。ね。もう、今日はね、本当にレイヤーというね、このデジタルアートでね、独特なこの技法を使ってやってみたんですけども、大変面白かったです。ね。転写の機能ですよね。形を写す。そして色を塗る。色を塗るときも、それぞれのパーツに分けて色を塗り分ける。そのために、レイヤーというね、ものをいくつも使って、絵の中でいくつもの絵を重ねて、完成に近づけるっていう機能なんでしょうね。柴崎が今までね、アナログで描いていたのとは、ちょっと勝手が違ったんですけども、でも、これはこれでね、とても作品を仕上げていく一つの有用な方法だということがよく理解できました。はい。さあ、どうでしたか？ねえ。デジタルお絵描きね。あなたも試してみたくなったでしょう。そこで気になるのがね、やっぱりこのアプリのね、お値段だよね。まずは、ね、気軽に試してみたい。もうそう思うのは当然だからね。でもね、ご安心ください。もう柴崎はここで発表します。今回の描画アプリ、Adobe Fresco はね、なんと、0円なんですよ。はい。0円で使い放題なんです。本当に。びっくりしません？もう柴崎はこれ毎回言ってるんだけど、言うたびに実はびっくりしてるんですね。Adobeさん頑張りましたね。0円なんだから本当に。ありがとう、Adobeさん。ね。もうこれからデジタルアートにどんどん挑戦していきたいっていう人には本当に助かりますね。ただなんだもの。じゃあ早速ね、この Adobe Fresco ね、使ってみたいというあなたにね、その
ダウンロード先ですね。この動画の概要欄にダウンロード先の URL を貼っておきますからね。今すぐダウンロードして、あなたもデジタルお絵かきね、楽しんでみてください。はい。ということで、今回もね、最後まで長い時間ね、見てくれて本当にありがとう。また次回もね、この Adobe Fresco を使って、あなたと一緒にね、もっとステップアップしたお絵かきを楽しんでみたいと思ってます。それまでね、どうかお元気でね、お過ごしください。はい。またすぐにお会いしましょうね。はい。どうもありがとう。お元気でね。はい。